こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは水彩画や猫の描き方に関する動画をアップしています。今回は猫の顔、輪郭に迫りたいと思います。猫って犬ほど種類の違いで見た目に変化がないように見えますが、猫それぞれに体格や顔の形は微妙に異なります。今回は猫の顔の形を丸、四角、三角の3種類に分けて特徴や描き方を解説していきたいと思います。何か猫の顔を描く時のヒントになったらなと思います。それでは行ってみましょう。それではまず丸顔の猫から描いていきます。ブリティッシュショートヘアとかマンチカンとかスコティッシュフォールドが丸顔に当てはまると思います。これは前の顔の描き方動画でもご紹介したんですけれども、まず顔全体を丸く描いて、そして上から三角形の耳を生やします。そしてお顔の丸に十字線を引いて、この横線の両側、だいたいこの辺りですかね、ここに目がきます。そして十字の交差したこの中心から少し下に鼻があります。そして鼻の下からお口があります。なんかこうオメガみたいな感じでね、描くといいです。この口の膨らみと、あと目の上、だいたいこの辺りからおひげが生えています。これで大体のパーツの位置取りができましたので、消しゴムで余分な線を消しつつ輪郭を整えていきます。ちょっと頭だけだと違和感があるので首につなげちゃいますね。目頭を下げて目尻を上げるように描くと猫目っぽくなります。丸顔の猫はお目目もまん丸なことが多い気がします。黒目を描いてあげて、ハイライトの光を入れるとキュルッとします。そうしましたら次は横顔を描いてみたいと思います。正面の時と同じように丸く描いて、で先に十字線を引きます。左向きにしようかなと思いますので、この丸を4等分したところのこの右上のエリアから手前側の耳が生えています。この時気をつけるのは耳の向きでして、正面の時みたいにまっすぐつけちゃうと頭のカーブに沿っていないので、この丸みに沿うようにこういう風にカーブさせて耳を生やすと自然になります。で、反対側の耳はこの左上のエリアの先っちょから見えています。内側の手前側の耳の方がよく見えます。今度はこの4等分した丸の左下のエリアに行きまして、この辺りにポコッと半円形でマズルをつけます。丸顔の猫はやや短めのマズルの子が多い気がします。マズルの先に鼻がありまして、でその下にむにゅっと丸いお口を持ってきます。鼻の延長線とこの十字の横線がちょうど交わったところに目があります。目はまた正面向きの時と違ってこういう感じで下側のほっぺの膨らみをちょっと意識しながら描いてみましょう。余分な線を消しつついきますね。顎は口から気持ち引っ込めて描くといいです。あとは余分な線を消しつつ自然な頭の丸みに沿って形つなげていきます。ではそうしましたらお隣に後ろ姿を描いてみたいと思います。また丸を描きまして、それから十字線を引きます。十字線を引いてからの方が耳の位置が取りやすい気がします。そしてこの上側半分から耳が生えています。後ろ姿の時の耳は少し大きめに描くといいです。この丸い頭にくっついているように意識して描きます。そして下半分のエリア、これをまた2等分しまして、だいたいこの辺りから首が始まっています。あとは余分な線を消しつつ丸みを意識して形をまとめていきます。後ろ側からでもうっすらひげが見えることがあります。
それでは次に四角い顔の猫を描きます。メインクーンとかノルウェージャンフォレストキャットといった大型の猫がどっしりとした四角顔の場合が多いです。ちょっと当たりの形も四角で描いてみます。正直丸でもいいんですけどね。そして十字線を引いて左右から耳を生やします。描き方は丸顔の時と同じです。この横線の両側に目があります。四角い顔の猫はマズルが大きくてどっしりしていることが多いので、正面向きなのですが、マズルの丸を顔の下半分に描きます。鼻とか口の位置は大きく変わりませんので、この十字線が交差したところのやや下にお鼻、そしてその下に口をオメガの形で描きます。丸顔の猫と比較すると全体的に顔の下半分がどっしりしています。この四角顔は長毛の猫に多いので、ちょっと輪郭もふわふわさせてみますね。長毛のにゃんこなので耳の毛もボリューミーに描きます。首のあたりも少しモフモフ感を出して、おひげも口の膨らみとあと目の上から生えています。これはまた後ほど色を塗るときに白で引きたいと思います。そしたら次横顔もいきますね。また四角を描きまして、そして十字線を引きます。丸顔の時と同様に右上のエリアから手前側の耳を生やしまして、左上のエリアからちょこっと奥側に見えている耳を落とします。そして左下のエリアに移りまして、ぽっこり大きめのマズルをつけます。結構どっしりしてる子が多いので、マズル大きめに描いてもいいかもです。そして先端に鼻、その下に口。鼻の延長線斜めに伸ばしていったところと、この横の線が交わったところが目になりまして、ちょっとおでこのあたりが難しいんですけれども、自然に鼻へとつなげつつ形を整えていきます。後頭部の毛をモフモフさせるとそれっぽいです。横顔の時のおひげも口のこの膨らみと目の上から生えています。向こう側が割と見えることがあるので忘れずに付け足しておきましょう。そうしましたら後ろ姿いきます。こちらも四角から始めまして、十字線を引いて、この上側から耳を生やして、首の位置も丸顔の猫と変わらないんですが、少し太めに描いてあげるとどっしり感が出ます。最後の三角顔の猫が入るスペースがちょっとあるかどうか不安なので紙を変えます。はい、それでは最後に三角顔の猫です。シャムやアビシニアンといった細くてしなやかな猫にこの顔のタイプが多いです。三角形というか逆三角形を描きまして、別に丸でもいいんですけれども、ちょっと無理やりな気もしますが、十字線を引きます。そして上から耳を生やして、少し大きめにするといいです。横線上にこの両側に目がありまして、そして中心からやや下に鼻、そして口があります。三角顔の猫は結構顔がシュッとしているので、顎のラインをシャープに描くといいと思います。若干この逆三角のあたりがやっぱ難しかった気がするんですが、線を消しつつ形を整えていきます。首も少しほっそりしています。そしておひげを生やして、
だいぶシュッとしてますね。それでは横顔を描いてみます。横顔はさすがにちょっと逆三角は難しいので、丸いあたりを取ります。そして十字線を引いて、右上から手前側の耳、左上から奥側の耳を生やして、三角顔の猫は横顔もシュッとしています。なのでマズルを少し細長くつけます。そしてほっそりした首につながっています。後頭部の丸みを忘れないようにしましょう。そしてあとは目鼻口をつけていきます。マズルの先に鼻、そしてその下に口。鼻の延長線との横線の重なったところに目があります。おでこをなだらかにつなげていきます。気持ち鼻先尖らせるとぽいかもしれないです。横顔も正面の時と同様に顎のラインをキュッとシャープにするのがポイントです。それでは後ろから描いてみます。丸を描きまして、十字線を引いて、上側に大きく耳をつけます。下半分をさらに半分にしたあたりのところから首につながっているのですが、首の線も少しだけ細めに描きます。いかがでしたか？今回は猫の顔の形を丸、四角、三角の3つのタイプに分けて描いてみました。よかった、参考になったよという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。猫を描くときにこの子はどんな顔立ちかなと意識してみると、よりその子らしく描けると思いますし、描くのがもっと楽しくなると思います。普段丸を使って猫の顔のあたりを取っていまして、今回は特別に四角や三角のガイドライン使ったんですけれども、必ず四角や三角のあたりを取らないとこれらの猫が
が描けないわけではないので、あくまで描き分けのヒントとして参考にしてもらえたら嬉しいです。私のチャンネルでは他にも基本的な顔の描き方やポーズごとの描き方動画もありますので、気になった方は見てみてくださいね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。